社長一番下にあるカーペットをちょっと巻こうと思ってやってたんです。多分入ってるんじゃないですかね、この感じ。入ってる。おはようございます。おはようございます。今日の現場見積もり担当坂田なんですけど、よろしくお願いし今日ます。はどんな感じですか？今日は疎遠だったおじ様の整理ということで、ちょっとお部屋の中で、今の方で座った状態で亡くなられたので、亡くなってから1ヶ月後ぐらいの発見になります。で結構腐敗の状況もひどかったのか、匂いの方もかなりありまして、近所さんからちょっとクレームも来ているような状態です。比較的その和室で、上にカーペットを敷いて、その上で亡くなってますので、その辺を撤去したらある程度匂いは収まるかなと思いますので、ちょっとそこを優先的にしてあまり匂いが漏れないように対策していきたいと。まさに机の上でってことは眠るように的な感じですね。一応死因というのは心臓の心不全ですかね、だったみたいなんですけど、おいくつぐらいの方？87、8になってたんで、私もなんかも長いことも追ってなかったんよ。孤独な人やったから、ちょっと物言うのが嫌いな人やったから。あ、そうなんですか。私が声かけてやって、気ぃつけて頑張りやとかね、生活に困ってなかったんですよ。家賃もきちっと払ってはった1週間食べに、お弁当なんかも買いに行って食べてたのに、急にやっぱりほら暑い時でしたから、だからそうやったん違うかな思って、私もびっくりしたんやわね。だから悪い人でもないし、気持ち悪くもないからちゃんとしてあげてください。もちろんです。ちゃんと手を備えてあげてください。廃棄物がその体液あんなんが全部そんなんで、もう最低でも150万かかりますって言って。そうですか。今から考えたらすごいぼったくれね。それでもすぐにやってほしかったんで、100万円やったら100万円で何とかやってくれって言ったんですけど、いやそれはちょっと難しいです。金額聞いてびっくりしました。こっちも今度。そりゃそうですね。おじやねんけど、連絡取れとって、それで8月の中ぐらいかね、中ぐらいには連絡取れた言うけど、次その後連絡が1個も取れへんなった言うて、警察と一緒にこう中入ってるみたいな。ほんで大黒の電話にちょっと電話入って、ほんでかけ直した警察言うから何かな思って、そしたらまた折り返しやって、こうでしょ。大黒はやっぱりちょっと泣いてあれしたけども。発見が遅れてしまって、まず下に坂田さん、ライターは乾電池入れるようななんかそういう状態でも分けなあかんので。男性の一人暮らしって感じだね。そうですね。畳袋あったら1枚入れましょう。はい。早めにこれやった方がいいようなんで。あ、わかりました。でもさっきの人とああいう方がいらっしゃるっていうのは、この地域は本当幸せよ。ほんまにいいなと思う。自ら拒否して、なんかしまっていうのはね、奇跡切られへん。そうですね。あとしてもほんま課題の一つ、発見を早くするだけ。そうや。だけどほな1枚いこうか。はい。生きてるよほな。生きてるよ絶対。よし、頼みます。頼みます。常さんがそう見つけてくれました。タオル的なものはないです。タオル的な。
隙間から落ちてるんで、なかなかちょっと匂いが上がってくる可能性が高い。この下はもちろんあれですか？もう土間やね。土やな、多分。あ落ち着いたんちゃう？匂い。あ、はい。これでも開けれるで。うん、全然。考えてやってはるで、こああ、健康器具。れ。健康器具やで。これは素晴らしい心がけです。ブレーカーを落としてしまったあ、そうなんですか。でも結構ちゃんと栄養を考えてはるそうですね感じですよね。虫がすごいな。豆腐とか漬物。しっかり揃えられる。すごい生活風景見てもきっちりされてるそうなそうですね方ですよね。あ、こっちは大丈夫です。はい。これ大丈夫よ。一番下にあったカーペットをちょっと巻こうと思ってやってたんです。まだ見てないですけど、多分入ってるんじゃないですかね。この感じ。入ってる。おお、つにおさんすごい。ありがとうございます。すごい。レモンかすぎて逆にある思っててな。なるほど。睨んでたわけですね。これごっついよ。これこれごっついよ。めちゃめちゃよかった。怖いです。怖いな。こんなもう。よかった。ナイスです。ありがとうございます。すごい。この中から出てきこのたんですね。中ほんまにこの奥一回広げたのよ。はい。なんかちょっと怪しいな。ああ、なんか不自然、違和感があったんですか。ああ、この下か。そうなんですよね。一番下にね。みたいな。溶けたでしょ。あ一瞬で溶けたでしょ。あ、うまいですね。色落ちるでしょ。はい。だいぶ。やり続けるしかない。うん。まだありましたか？ありましたね。賃貸契約書とか、あと現金系ですね。もろもろでございまして、ええ。それだけちょっと袋に入れて持って帰れることをお勧めしますので、はい少々お待ちください。これも袋に入れて、これが見つけてみました。グッジョブ。写真とかも少なくて、はい。あんまりなんかないなっていう話をしてたんですけど、ちょっとね、すごい変更なおっちゃんやってて結局ね、その日にね、見積もりあって、その会うたらすぐ作業始めますから言って、大きいトラックに乗ってくれたんですよ。ちょっと待ってくれって言うから、ちょっと会社の方に電話しますって言って、ちょっとそれでもこう、下げたらやってくれるって思ったよね。100万ぐらいやったらもうしゃあないかなと思ってて。助かりました。助かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いするから。お疲れ様です。今日は孤独死の案件だったんですけど、
近隣の人もご家族もちょっと難しい方だったとおっしゃっていました。まあ、必ずしもその地域に溶け込もうとしている高齢者ばっかりではなくて、やっぱりそういうのを煩わしいと思っている方がいらっしゃると思うんですけど、発見までは日数経ってしまいましたが、まあ、近隣の方とかはちゃんとお声掛けしてたりとか、そういうふうなことを行ってたりで、まあ、違った形のね、ある意味その接点がなかったにせよ見守りをされてたと思うので、そういうのもすごく聞いてて嬉しい気分になりました。もう一点はこういう整理代金のことなんですけど、まあ、他社さんが150でうちが22なんですけど、あまりでもこの同じサービスなのにこれだけの費用差があるっていうのはどう考えてもやっぱりちょっとおかしいですし、皆さんはやっぱりその費用がどのぐらいかっていうのがやっぱりわからないと思うんで、基本的には相見積もりを取っていただきたいと思いますし、実際この業界は消費者庁が2社ほど名前を公表してます。定額制ですとか追加料金なしですとか言って、まあ、皆さん申し込まれて、実は、これはかかるよあれはかかるよとか処分代かかるよとか、まあ、そういうので高額請求されてるんですね。これ相見積もりを取ってしっかり検討されるということが重要だと思います。まあ、孤独死とかでも早く作業しないとって思われると思いますが、やっぱりちゃんと検討して納得できるところで決められたらいいんじゃないかなと思います。おはようございます。大阪の人やったもともと。そうです。で、社長さんやこの人。ほんで会えんでって言うから、うわ嬉しいなーってね。すごいこれ。知ってる？カールのおじさん。おじさん、すごいかっこいいですね。ゴジラのお客かかってな、あへる。え。いやね、が触って。今日はいっぱいかっこいいところを見れますから。なんかちょっとおっちょこちょいのところがある。そんな感じするもん。今日は何よりも明るいんでいいですね。はい。今日は明るいからいいです。